もうこれかっこいい。かっこよすぎる。かっこいい。欲しい。もう決めた。これ。決めました。買います。の結果がこれ。どうも、茨城県の40代独身男性かっこイケメン、タカティです。新しいバイクを買おうと思っていたらいつの間にかキャンピングカー買ってました。車両スペックはこんな感じです。初 YouTube の今日は納車後の車両紹介をしたいと思います。ちょっと変わった装備もあるので購入を迷っている方の参考になればと思って撮りました。すでにお持ちの方はノリで買ってしまったおバカの末路を笑ってやってください。それでは外側から行ってみましょう。はじめに車両外側から。撮影にあたって収納を全部開けておきました。横長の収納をご覧ください。これはエアサスのユニットです。カーセールス渡辺さんで取り付けていただいたとのことです。そしてこれがジャッキです。私趣味のリフォームで床を上げたりするんですけど、これでこの車を上げる自信はないです。収納の下はちょっとした物入れと燃料タンクになっています。これは外部電源用のケーブルです。80リットルのタンク、アドブルーなしです。ガソリンスタンドでは間違えないように軽油と念仏のように唱えております。続いてマルチルーム。画面下に見えるのは 5V の DC 電源だそうです。シャワーヘッドも見えますが、この部屋木でできているので使うとしたら外ですかね。屋根は動画の最後にお見せしますね。車体後方です。ガバッと開いていますが、左側に靴箱があるため4割ぐらいしか車内と通じていません。そしてこれは発電機用の防音庫です。普段使う場面はありませんが、一応中古を買って置いておきました。本当はヒッチメンバーをつけたかったです。車体左側です。ここはシンクの真下になります。上段がガス関係、下段が水関係ですが、私水道とガス両方とも使わないのでタンクなどは外しています。奥に見えているのはボイラーです。シャワーを使うんだったらありがたい設備ですね。そしてメインの収納です。ここが一番大きい収納になります。横100センチ、奥行き40センチ、縦40センチくらいになります。センサーライトがついてるんですが、センサーの感度良すぎてだいたい知らない間に勝手についてます。センサーに黒いテープでも貼ろうかなと思ってます。フロントはライトを LED に変えているとのことですが、それ以外は純正のままです。今更ですが、運転席のすぐ横に見えている青色のプラグは外部電源を差し込むためのコンセントです。それでは運転席に行ってみましょう。運転席は結構ごちゃごちゃです。まず私の一押しはハンドルにつけたオーディオディスプレイのリモコンです。ステアリングスイッチがないのでとっても便利です。お次は携帯ホルダーです。この位置が私的にはベストですね。ハンドルの上にはオートクルーズの本体がついています。ダッシュボードに行きます。バンテック純正のバックモニターです。隣は空気圧を表示するエアモニターです。これは必須ですね。そしてオーディオディスプレイ、軽トラにも同じものをつけています。ドラレコのモニターです。これ一つで前後見られます。パナソニックのストラーダナビです。ほとんど使っていません。左右のミラーをしまうためのスイッチです。 ETC です。なぜかここにあります。あとはノーマルと変わりません。この撮影の直前にスピーカーを変更増設していたため、足元が大変なことになってます。次は座席の紹介をします。運転席のみブリッド製のシートです。ブリッドは初めてでしたが、レカロの同モデルとほとんど同じ印象です。リクライニングできるモデルでほんと良かったです。そして映さなくても良かったんですが、これが先ほどまで施工していた追加のスピーカーとツイーター、そしてサブウーファーです。車体の外に出ます。タイヤはブリヂストンのブリザックです。ショックはカーセールス渡辺さんです。14段階調整だそうですが、今のままで快適です。その他同社の LSD や強化ブレーキパッドなどが入っているようです。カーセールス渡辺さん様々ですね。次にフィアマの手動サイドオーニングです。同社のポーチライトもついています。それとタイヤハウス内を照らすドッグライトもついています。足元には手動のステップもありますが、しまい忘れるのが怖いので使っていません。
それでは中に入っていきましょう。オープン。こちらは中古で買いましたので、全オーナーが DIY しているところもありますが、それらは次の動画で紹介したいと思います。まずドアは取っ手を押し込むとロック状態になります。戻すとアンロックの状態。手前に引くと開けることができます。閉めるときはバーを掴んで結構強めに閉めます。乗用車では決して入れない強い力で閉めています。ドアには窓がついていて、シェードの開閉ができます。降りるときに横に車がいるか確認するために使っています。スイッチの紹介です。緑の LED スイッチがメイン電源です。隣のスイッチが入り口のライトです。このライトは車両に入って一番初めに使うのでよく使ってますね。その隣は外のポーチライトです。言い忘れてましたが、メイン電源は運転席でもオンオフすることができます。こちらはリアの照明です。2つあります。このライト実はあまり使っていません。料理することになったら重宝しそうです。リアの窓は換気するのにもってこいの位置にありますね。収納です。横43センチ、奥行き17センチ、高さは21センチでした。右側は5センチぐらい横に長かったです。入り口ドアの上は横80、奥行き24、高さ25センチくらいでした。こういうところの収納はいくつあっても嬉しいですね。置いているものなどは後々紹介したいと思います。ここにコンセントがあります。この位置で何を使うのか今のところノーアイデアです。シンクとコンロです。今のところ使う予定ありませんが、いつか車中泊飯作れたらいいなと思います。ボイラーと水道ポンプのスイッチです。こちらは電子レンジです。基本的にインバーター 1500W の車はエアコンと一緒に使うとブレーカー落ちると思います。ボイラーが入っています。こういう使わない設備、本当は使っていただける方にお譲りできたらいいなって思いますが、なかなか難しいんでしょうね。こちらは先ほども紹介したガス関係と水道関係です。外してある清水タンクの容量は20リットルです。シューズボックスです。3段になっていますが、置き方に工夫がいりそうです。私は諦めて物入れとして使っていますが、ファミリーだと結構困ると思います。こういうところって買うときなかなか想像しない気がします。家も3回買って初めてつかめるって言いますが、そういう意味でもキャンピングカーって家なんだなって思いました。余談ですが、私不動産収集が趣味で、戸建てばっかり19棟を持っています。ここにもコンセントがありますね。この車についているコンセントは基本的に全て2口です。マルチルームです。木で造作されているので、きっとシャワーは浴びない方がいいと思いますが、よく見るとシャワーカーテンがついています。この作りでシャワーを浴びた場合、壁とか腐ってしまわないんでしょうか。心配です。私はトイレを置いたり、広い間口を生かしてポタ電の出し入れ口として使っています。FF ヒーターの吹き出し口です。この車には3つの吹き出し口があって、うち2つは開閉式になっています。エンド部分は取り外せますので、自由に付け替えが可能です。外れないぞ。一旦やめておきます。冷蔵庫です。これはマストアイテムですね。標準的な大きさだと思います。使用後にスイッチを切ったら、半日ぐらいは開けっぱなしで換気しないと、冬でも中がカビだらけになるそうです。冷凍庫もバッチリ冷えます。なんなら冷凍庫のすぐ下の冷蔵品は多分凍ります。皆さんどうされているのかわかりませんが、私は普段乗らないときはスイッチを切っています。収納です。横45、奥行き42、高さ27センチです。各収納に何を入れるのか、皆さんきっと試行錯誤の先にそれぞれの正解を見出しているのでしょうね。隣は横26、奥行き37、高さ27センチくらいでした。その下はクローゼットです。
冬に家族全員分となると少し物足りないかもしれません。リビング全体です。リビングの広さが特徴だそうですが、代わりに大きなものを積む収納がないそうです。キッチンの換気扇です。これは料理が楽しみになるツールだな。いつか絶対ビール飲みたくなると思ったので、缶切りだけ先に買っておきました。リビングに入っていきます。広いとはいえ、他の車両に乗ったことがないので、果たしてどのぐらい広いのか、実は分かっていません。リビングには本来テーブルがありますが、撮影のため取りました。収納は2つとも横55、奥行き25、高さ23センチでした。右の収納の上にはちょっとしたスペースがあります。この車は収納が確かに少ないので、こういうところは助かります。リビングの天井には電動のマックスファンがついています。リモコンで動きます。シート下は後ほど詳しく紹介しますので概要のみ。サードシート下は給排水用のタンクがあります。テーブルの下はメインバッテリーがあります。セカンドシートの下は電装品関係です。横向きシートの下は FF ヒーターなどがあります。スイッチ関係です。上のスイッチはリビング全体のメイン照明になります。この車内で最も明るい照明になります。下のスイッチは一つの丸なんですが、真ん中で2つに分かれていて、2つのスイッチになっています。リビングの左右にある補助照明のものです。なぜか左側のスイッチは右側が、右側のスイッチは左側の照明がつきます。なぜだ？家庭用のエアコンがついています。これももう必須アイテムですね。ここの収納はとりあえずブランケットが入っていますが、私の過ごし方によって変わっていくと思いますし、変わっていくのが楽しみです。この車は前方に4箇所のスポット照明があります。撮影のためつけましたが、普段はつけていません。FF ヒーターのリモコンと、見てませんが、地デジと BS のアンテナがついています。こんなところにもコンセントがありました。かくれんぼしているみたいですね。このスイッチはソーラー発電の充電先をサブバッテリーにするかポタ電にするか選ぶためのスイッチです。右側が AC インバーターのスイッチ、左側はサブバッテリーの残量計です。うまく取れてなくて申し訳ないんですが、残量、そのパーセンテージ、使用可能時間、メインとサブバッテリーの電圧、消費電力量が表示されます。ちなみにこの車には水道の残量を示すメーターはついていませんでした。ぐーっと引いてみると、セカンドシート下にコンセント、これが最後です。コンセントありました。シート下の間口は収納ではなくて、ブレーカーにアクセスするためのものでした。ドリンクホルダーです。500ミリのペットボトルは置けましたが、それより大きくなるとちょっと入らなさそうです。これ外せば入るかな。以上がリビングです。シート下の説明に移ります。シートのクッションを外しました。サードシート下のタンク容量は給水が50リットル、排水が50リットルです。床下収納のビスを4本外すと、下にメインバッテリーが現れます。青い箱はミライ社 1500W のインバーターで、DC12V を AC100V に変換します。レノジー社製のソーラーチャージコントローラーです。最大 520W までのソーラー入電に対応しているそうです。こちらは CTEC の走行充電器です。エンジンがかかっている時にサブバッテリーへ充電します。レノジー社のヒート機能付きサブバッテリーです。リン酸鉄リチウムイオン 300A です。カーセールス渡辺さんのエアサスコントロールキットです。リモコンで調整します。標準は34だそうですが、私は27にしています。ベバスト FF ヒーター。
調子を保つため月に一度は夏でも最高温度設定で15分ほど運転する必要があるそうです。最後にバンクベッドを紹介して終わりにします。横に 1865mm あるそうで、だいたい174センチの私が思いっきりつま先を伸ばすと当たる感じです。普通に寝れば当たりません。引き出すことで縦に 1980mm 確保できます。とても広く寝られるようになりますが、私は一人で使用しているのと、展開するとはしごで登るようになってしまうため、普段は先ほどのシングルベッドサイズで寝ています。展開自体はとても簡単で、慣れれば30秒ぐらいでできると思います。広く寝るということは私も興味ありますので、今後検討してみたいと思います。まだ展開中ですが、いかがだったでしょうか。こちらが600万円のキャンピングカーです。正直他の車は見ないで買ったので、いいのか悪いのかまだよく分かってません。でもまあこれから一緒に旅をしていく相棒なので、いいところも微妙なところも含めて楽しんでいけたらと思います。次回は前オーナーさんがやってくれた DIY をちょっとコミカルに紹介します。もうできていますので絶対見てほしいです。そのためにもチャンネル登録しておいてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。またね。